甲状腺がん症の治療、これをですね、もう根底から変えちゃうかもしれない、そんな画期的な新薬が登場しました。今回はこのテッペーザという薬について、特に日本国内でのちょっと厳しい使用ルールにスポットを当てて、その革新に迫っていこうと思います。自分の顔が病気で変わってしまう。もしそれを元に戻せる薬があったとしたらどうでしょう。この問いかけこそが、この新しい薬が患者さんにとってどれほどの大きな希望になるのか、それを物語っているんですよね。まず、この話の中心にある病気、甲状腺がん症とは何かというところからお話ししましょう。これはですね、自分の免疫システムがちょっと暴走してしまって、がんの奥にある組織を敵だと勘違いして攻撃しちゃう病気なんです。その結果、がんが腫れたり、前にぐっと飛び出してきたりするんですね。さて、最初のセクションです。まず、なぜこの甲状腺がん症がこれほどまでに厄介で、今までの治療ではなかなか十分な効果が得られなかったのか、その理由から見ていきましょう。これがね、本当に長年の課題だったんです。従来のステロイド治療っていうのは、いわば火事、つまり炎症を縮めることには長けていたんですね。でも火事が収まった後の家の構造、つまりがんが飛び出しちゃったみたいな物理的な変化を元に戻すことはできなかったわけです。つまり、これまでの治療っていうのはあくまで症状を和らげることが中心で、がんが飛び出すといった物理的な問題を修復することまではできなかった。これこそがテッペーザが登場する前の医療がずっと抱えていた大きな壁だったわけです。では、ここからが本題です。この新しいタイプの薬、テッペーザは一体どうやってその常識を覆したんでしょうか。見ていきましょう。鉄平剤はこれまでの薬とは発想が全く違うんですね。炎症といういわば結果を叩くんじゃなくて、病気を引き起こしている分子レベルの工場そのものを直接止めに行くんです。これが分子標的薬と呼ばれるゆえんですね。こちらがその具体的な仕組みです。この薬はただの抗炎症薬じゃないんです。病気の根本原因に働きかけて、組織が増えちゃったのを元に戻す疾患修飾薬なんて呼ばれたりします。病気のシグナルを大元から断ち切ることで、これまで手術でしかできなかったような効果を薬で実現する。いや、すごいことですよね。さあ、ここが今回の解説の一番の肝と言ってもいいかもしれません。この画期的な薬の承認のされ方がアメリカと日本では実は大きく違うんです。この点に注目していきましょう。この表を見ると一目瞭然ですよね。アメリカでは活動性とか病気の期間に関係なく承認されているんですが、日本ではタイミングが全てなんです。鉄平座の治療を受けるには病気の炎症が起きているこの活動期でなければならないという非常に厳しい縛りがあるんですよ。では、その日本の厳しいガイドラインの下で、具体的にどんな患者さんはこの鉄平座の理想的な候補者になるんでしょうか。ここから詳しく掘り下げていきます。日本の患者さんがこの治療を受けるためには大きく2つのハードルをクリアしないといけません。まず、病気に活動性があること。そして症状が中等症から重症であること。この両方が揃っている必要があるんです。で、この活動性っていうのは患者さんの感覚っていう話じゃないんですね。CAS と呼ばれる客観的なスコアであったり、あるいは MRI 検査による画像診断によって科学的に客観的に証明されなければならないんです。じゃあ、その効果は一体どれほどのものなのか。これがまさに日本で行われた臨床試験の結果です。偽物の薬プラセボと比べてなんとおよそ9割 88.9% の患者さんでがんが飛び出す症状の改善が見られたと。これはもう圧倒的な有効性と言っていいですよね。こうしたデータをまとめていくと、日本でこの薬から最も大きな恩恵を受けるであろう3つの主要な患者さんのタイプが浮かび上がってきます。まずはがんの突出がひどい方、次に物が二重に見える複視で生活に大きな支障が出ている方、そして最後に失明の危機が迫っている方、この3タイプですね。ただ、どんなに強力な薬にも光があれば影もあります。ここからは患者さんが絶対に理解しておかなければならない重大な安全性についての情報を見ていきましょう。報告されている主な副作用がこちらです。一番多いのは筋肉の痙攣なんですが、特に注目すべきは聴覚の問題、それから高血糖ですね。これらはかなり注意深い管理が必要になってきます。そして最も深刻なリスクの一つがこの聴覚障害です。
これは場合によっては元に戻らない可能性もあるため、治療の前と後には専門的な聴力検査を受けることがもう必須条件となっています。特に糖尿病をお持ちの患者さんにとってはリスクが非常に高まります。血糖値が危険なレベルまで上がってしまう可能性があるので、眼科の先生だけでなく内分泌の専門医とのチーム医療がこれはもう絶対条件になりますね。そしてこれが最も重い警告です。動物実験で胎児に深刻な影響が出ることが確認されていて、妊娠中の投与は絶対禁忌、つまり絶対にあってはならないとされています。治療が終わった後もしばらくの間、厳格な避妊が求められます。最後に特に注意が必要な2つの患者グループについてです。まず75歳以上の高齢の方。副作用の頻度が非常に高くて治療を最後まで続けられないケースも少なくないんですね。それからクローン病などの持病がある方も症状を悪化させるリスクがあるため、かなり慎重な判断が求められます。まさに革命的な薬なんですが、日本ではその恩恵を受けられる道がまだ狭いというのが現状です。ただですね、現在病状が落ち着いた慢性期の患者さんを対象にした臨床試験も進んでいます。この道が将来より多くの苦しんでいる人々のために開かれることになるのか、今後の動向に今まさに注目が集まっています。動画が気に入ったらチャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。